back to our channel. I'm Yuka. We are going to make 大学芋 uni potato, Japanese candied sweet potato. 幼稚園の頃にみんなでさつまいもを掘りに行きます。秋になったら。そのお芋を使って給食のおばちゃんが作ってくれた大学芋をお昼のスナックとして食べたいい思い出があります。今日はこのお芋を使います。私、パパニューギニアに住んでいますので、これはパパニューギニアのお芋で、カウカウとみんなに呼ばれているお芋です。乱切りしていただいて、一口サイズに切ってお水にさらしておいてください。綺麗だったら皮も一緒に食べても大丈夫です。では、このお芋を揚げていきます。素揚げですね。温度を測るのを持ってる方もいらっしゃると思いますけれど、箸でも温度がだいたいわかるコツがあります。これ普通の食用油ですね。お好きな油使ってください。その泡がブクブクしてるじゃろ。それがだいたい170度ぐらいの温度なのじゃ。入れるタイミングじゃ。では、お芋を素揚げしていきます。160度から170度ぐらいですね。ちょっと火は弱めた方がいいですか？ 170 度に来たら。そうじゃ。日本のお芋でこの大学芋に合うお芋っていうのは紅はるか、ナルト金時、紅あずまが大学芋に合うらしいです。でもどんなお芋でもお芋なら美味しくできるので、見つけたお芋で作ってみてください。で、この大学芋っていう名前ですね。さっき University Potato って言いましたけれど、なんで大学芋って言うんですか、猫先輩。東京の大学生が食べていたというのが始まりと言われている。定かではないが、大学の正門近く前のお店で売り始めたのが始まりとも言われておる。諸説あるわけですね。そうじゃ。大学芋っておやつだけどすごくヘルシーなので、腹持ちもいいし、経済的にもね、お芋そんな高くないので、大学生のお腹を満たしてくれたんでしょうね。串をピッと入れると串が通ります。火が通ってる証拠なので。では、お芋が綺麗な金色になって揚がりましたので、こちら。大体6分ぐらいかな。結構ゆっくり時間をかけてですね、中まで火を通してください。時間がない場合は先に電子レンジでチンしちゃって揚げちゃっても構いません。そうするともうちょっと時短で作ることができます。基本的にはですね、油でじっくり揚げてください。では次はキャラメルのシロップを作っていきますね。分量はお砂糖2、お醤油1、ではこれでタレができましたので火にかけていきます。この合わせだれをフライパンに入れて、じゃあ沸騰するまで強火でいきます。日本では水飴とか蜂蜜とか使う場合もあるんですけど、お砂糖とお水でキャラメルになりますので、それでも大丈夫です。どちらかといえば、おやつというよりはご飯のおかず的な仕上がりになる。この大学芋をおかずにご飯を食べる地域もあるそうじゃ。いい香りがきた。そしたら芋を入れるのじゃ。はい。ちょっと火を強めますかね。お芋を入れていきます。じゃあ絡めていきます。まだですね、この合わせだれ水っぽいんですけれど、だんだんとキャラメル状になっていきますのでね。いい香りがする。で、これでゆっくり火を通していきます。その泡がもう少し小さくなってくると思うのだから、そこまでだな。それまでよく絡めて混ぜておけ。泡が大きいのは中に水分が入ってるからなんじゃ。水分が抜けてくると泡が小さくなるのじゃ。こちらに黒ごまを入れていきます。白ごまでも結構です。あるごまですね。パラ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 。ね、フライパンの上でお芋をダンスさせましょう。キャラメリゼになってきましたかね。はい、では消します。盛り付けのコツはありますか？真ん中を高く山になるように盛るのじゃ。
学芋ができました。きれい。テカテカしてますね。こちら試食していきたいと思います。では、いただきます。きれい、美味しそう。このお芋がこんなきれいな大学芋になりました。いただきます。おー、ちょっとキャラメルが。美味しい。お芋はそんなに甘くないんですけれど、外のコーティングがまたちょっと甘くって、セサミンのフレーバーがふわっと口の中に広がってとっても美味しいです。バターとか入れてもいいかもしれないですね。もしお好きならバターを最後ちょこっと入れてもまた美味しいと思います。日本では大学芋とても家庭の味としてですね、人気なんですけれど、海外でも韓国とか中国とかフィリピンとか多分世界中にお芋あるので似たようなおやつがあるんじゃないかなと思います。もしこういう似たような食べ物がありましたらコメント欄でぜひ教えてください。日本ではイモ、さつまいも、じゃがいもっていうのは実は野菜として扱われることが多いのじゃ。ところがイタリアだと逆に米が野菜として扱われることがあるのじゃ。日本ではお米は大事な主食として文化にすごい根付いているのじゃが、海外での米の使い方というのはどちらかというと、特に欧米の方はどちらかというと野菜的な使い方をすることが多いのじゃ。お米が野菜ってちょっと日本人としては信じられないですけれどね。でも外国人から見ると、お芋に砂糖をかけるということは異常と思う人もいるのじゃ。へー、やっぱ文化習慣によって常識って変わりますね。面白い。それが世界の料理を比較していくと面白いのじゃ。 If you like our contents, please click the like button, subscribe to our channel, and ring the bell for the notification. See you next time. Bye!